お世話になっております。マサルです。今回はコンテナについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちら。コンテナ技術の特徴として正しいものはどれですか？ 1. ホスト OS とは異なる種類のゲスト OS を自由に動かせる。2. ホスト OS 上でプロセスとして分離された仮想環境を構成する。3. 仮想マシンより動作が重い。4. ハイパーバイザーの上でゲスト OS を起動して利用する仕組みである。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はこちら。2番のホスト OS 上でプロセスとして分離された仮想環境を構成する。こちらが正解です。正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは今回はコンテナについてお話しさせていただきます。コンテナとはアプリの動作に必要な環境をまとめた仮想環境のことを言います。過去動画でホストの仮想化についてお話ししましたよね。ホストの仮想化とはソフトウェアを使って物理的なマシンの中に仮想的なマシンを作って仮想マシンとして利用する方法ですよね。注目してほしいのは OS です。ホストの仮想化は仮想マシンをゲスト OS が制御しています。物理マシンのホスト OS とは別の OS を利用するというのがホストの仮想化の大きな特徴ですよね。それでは今回のテーマ、コンテナを使った仮想化を見てみましょう。コンテナを使った仮想化の例がこちらです。コンテナはアプリの動作に必要な環境をまとめた仮想環境のことです。まず注目してほしいのは OS です。コンテナを使った仮想化の場合、存在するのは物理マシンのホスト OS だけですよね。コンテナを制御するのはあくまでも物理マシンのホスト OS が制御します。この点がホストの仮想化と分かりやすく違う部分ですよね。ここまでの説明で OS の違いがホストの仮想化とコンテナを使った仮想化という違いがあるというのは分かったと思いますが、コンテナを使うと何がいいのかよくイメージできないですよね。もう少し詳しくお話をしていきます。まず大前提として知っておいていただきたいのは、アプリというのは単独で機能するのではなく、様々なライブラリやミドルウェアを使って動いているということです。つまりアプリは0から100まで全てを自分の力で実行するのではなく、ライブラリやミドルウェアといった他のソフトウェアの力も借りて動いているということです。ちなみにライブラリやミドルウェアというものは他のアプリも共用して利用することが多いです。この表だけだとちょっと分かりにくいですよね。身近な例を挙げて説明してみたいと思います。例えばアプリ1とアプリ2を人に置き換えて考えてみたいと思います。アプリ1がおじいさん、アプリ2が若者だとします。それぞれがマシンの中でシェアハウスをすると思ってください。まずおじいさんが暮らしています。おじいさんは昔ながらのシンプルな洗濯機を使っていたとします。この洗濯機は古いもののボタンは少なくとってもシンプルな洗濯機で、おじいさんはこの洗濯機を愛用しています。そこにアプリ2として若者がシェアハウスをするためにマシンにやってきました。若者は古い洗濯機よりもドラム式洗濯乾燥機の方が使いやすいので、洗濯機を最新型のドラム式洗濯乾燥機に変えてしまいました。すると若者は毎日の洗濯が楽になりましたが、これまでの洗濯機を使っていたおじいさんはどうなってしまうと思いますか？そうですよね。最新型のドラム式洗濯機はボタンが多くて、どうやって使えばいいのか分からず洗濯ができなくなってしまいます。これだとおじいさん困ってしまいますよね。この例はアプリを人で例えていますが、このようなことが実際のアプリ同士でも起きることがあります。最初にお伝えしたように、
アプリはアプリだけではなく、ライブラリやミドルウェアなどの機能を借りて実行されることが多いので、特定のアプリにライブラリやミドルウェアを合わせると他のアプリが動かなくなってしまうということがあるんですね。これでは困ってしまいます。そんな困ったを解決してくれるのがコンテナです。コンテナを利用するとアプリの動作に必要な環境をまとめて仮想化してくれます。ポイントは動作に必要な環境をまとめられるという部分です。なので先ほどの例に当てはめると、シェアハウスをする人が必要なものをまとめて独立して持つことができるということですね。それぞれが独立しているのでアプリ同士が干渉することがなくなります。コンテナって便利ですよね。そしてもう一つ、可搬性という言葉も覚えてください。コンテナは可搬性があると言われたりもします。可搬性があるというのはデータの移動が簡単ということです。コンテナは動作に必要なものが全てひとまとまりになっているので、アプリをコンテナ単位で移動させれば別の環境でもすぐに動作をさせることができます。もしコンテナを使わないと検証環境で作ったアプリが本番環境で動かないといったことがあったりするんですが、コンテナを使ってアプリの動作に必要な環境をまとめて移動させると、そういったトラブルが起きにくくなります。可搬性という言葉もコンテナを語る上でよく目にする言葉なので、しっかり覚えておきましょう。それでは今回はコンテナについて勉強しました。コンテナとはアプリの動作に必要な環境をまとめた仮想環境であるということを覚えておきましょう。ここで少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加して一緒に勉強しましょう。ご参加お待ちしています。それでは今回の復習です。コンテナ技術の特徴として正しいものはどれですか？ 1、ホスト OS とは異なる種類のゲスト OS を自由に動かせる。2、ホスト OS 上でプロセスとして分離された仮想環境を構成する。3、仮想マシンより動作が重い。4、ハイパーバイザーの上でゲスト OS を起動して利用する仕組みである。どれが正解でしょうか？正解はこちら。2番のホスト OS 上でプロセスとして分離された仮想環境を構成する。こちらがコンテナ技術の特徴として正しい説明です。本編でお伝えしたように、アプリというのは単独で機能するものではなく、様々なライブラリやミドルウェアを使っています。これらのライブラリやミドルウェアは様々なアプリで共用されているので、特定のアプリがライブラリやミドルウェアを設定変更してしまうと、他のアプリが使えなくなってしまうということがあります。それでは困ってしまうので、コンテナの中にアプリの動作に必要な環境をまとめておきましょうということですね。コンテナを使うとアプリ同士が干渉しないというメリットもありますし、さらに可搬性があるというメリットもあります。コンテナを使うメリットもしっかり覚えておきましょう。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習に役立ててください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。